山川紀子さんは東京大学をご卒業され、夫山川光栄さんと共に海外生活を体験後、マッキンゼー&カンパニーなど外資系会社をご勤務を経て、現在は精神世界の翻訳家、著作家、講演家、スピリットダンス主催、セミナー講師などで幅広い分野でご活躍なされています。山川紀子さんご自身のご著書では、神様に愛される最高の生き方、受け入れの極意、精霊のささやきなど多数あります。その中でも宇宙で唯一の自分を大切にする方法では、自分を愛するとすべての問題はなくなるというメッセージが込められています。エリートコースの人生から本当の意味での豊かな人生を実現なされるまでのさまざまな心の模様が描かれています。自分、宇宙とつながり、楽しく生きるために人生の解釈を変えるヒントが散りばめられ、この対談でも自分を愛することについて詳しくお話しいただいています。いや、嬉しい。いや、もうね、まさきはい。先生と一対一です。こんな話せると思ってなかったんで、すあ、ごい嬉しいです。そうですね。はい、ありがとうございます。よろしくお願いしよろします。くお願いします。何から始めましょうか。これ、この本、宇宙はい、はい、で唯一の自分をええ、大切にする方法はい、とか読ませていただいて、マイカル先生の翻訳の本は本当に20年前とかからなんか読みえすごい読んでて、前世療法とはい、かアウトオナリムとか、えあのほぼその、精神世界の本、訳されたやつはどっぷりこう使ってて、で、先生のご著書とか最近こう読み始めて、この書かれてたのが、先生が自分で自分を好きになれなかったっていうのを書いてらっしゃって、で、やっと愛せるようになったからこそ、こういろいろこうことが展開してきて、こう生きやすくなったって書いてあって、もうまさにそれが私も最近自分で自分のことをようやく精神世界の勉強してた長年してたんですけど、やっとこう自分で自分のことを愛するっていうことがどういうことなのかっていうのを頭から体で分かるようになってき始めて、で前まではこう先生にこう一対一でこう、私なんかが喋っていいのかなとかって、すえええ。ごい思ってたんですけど、お忙しいし悪いしなとかって、要はそれって自分で自分をこうなんかその価値を認めてなかったというか、自分で自分をオッケー出せてなかったんですよね。こんな私なんか先生と喋るのなんか申し訳ないわとかって、結構自分のことを卑下してたなってすごい気づいて、で、最近なんかその、自分のことをフラットに見えて、こう自分のことを愛せるようになって、ようやくこう、恥ずかしがらずっていうか、まあちょっとずうずしくじゃないですけど、こう、お声掛けできるようになって、この先生の本の意味が本当に心にぐさぐさ刺さって、ええ。自分の愛するっていう意味を。先生はどういうふうに、この、まあ、先生ってのやめて、あ、やめましょう。まずあ、何て呼んでいいですか？はい、あきこさんでも、あきこさん。いいです。あきこさんでいいです。え、なえ、あきこさんでいいです。あはい。きこさんは、これって結構自分でこう、自分の中でその愛せてないって気づくのって、まあ、先生のあきこさんの場合はセミナーとかだったと思うんですけども、気づくのってかなりきついかったり、なんかきっかけがないと多分無理だったと思うんですけども、そのきっかけってそのやっぱりセミナーからですか？それとも、それ以前になんか他にきっかけあったんですか？こう自分で自分を愛いや、せないって分かるきっかけは。
完全にセミナーですよね。で、私はそれに気がつく、40になるまで全然そんなこと、うんみんな私だけじゃなくて世間一般がうん本当に自分のことをどう思うかとか、自分で自分をうん認めるっていうような観点ってほうんとんどなかったと思うんですね。よっぽどそういう恵まれた人はそういう感覚があったかもしれないけど、うん例えば今、だんだん自己肯定感ってあんまり好きな言葉でもないけど、自己うん肯定感っていう言葉をちょっと便利なんで使ううんと、あのすごく芸術家、例えばものすごい大活躍してる人で、自己肯定感がある人っていうのがいて、例えば岡本太郎さんみたいな人、もう人間だって、僕はもう人間でやってるんだみたいな人とうんかね、横尾忠則さんなんか見うんてもそうかな、やっぱり自分をとことん楽しんでる人っているじゃないですか。うんうんで、あと平野レミさんっていうはいかね。そうですよね。うんで、そういうなんかすごいこう楽しそうにやってる人って、本当のところはもちろんわからないけれども、でもなんか自分の能力こうすごく開花してるような人って、何かちょっと私なんかとは違うなと思って見てて、うんで、どうして私はこんなうだうだしてるんだろうってところまでは言ってたんですけれども、うんでもそれの根本的な理由っていうのは分からなかったわけですよね。うんで、自分はなんかすごくこう本当にあの表面的に見るといいみたいに見えても、すごくこう、なんていうのかな、あの、自分の中はすごくモヤモヤしてて、うんうん感情のアップダウンも多くてみたいな生き方をしててるっていうことだけ気がついてたんです。でうんもそれが私だから直せないと思ってたし、うんもっと生きてる人羨ましかったけれども、どううんしようもない。うん私はこうやってもらえちゃったからしょうがないよねみうんたいなところあったんですね。で、それが本当に自分は変われないと思ってたから、で、こんなもの、こういうふうな、なんか、鬱陶しい人生っていうのかな、そんな感じで生きてきたんですけれども、あの、まあ、やっぱり人生何が起こるかわからなくて、まず夫うんがセミナーに行って、で、なんか急にこう人生論っていうのかな、彼の場合は、私から見ると、本当に私なんかの10倍ぐらい自己肯定感の強いうん人だったうんから、初めからね。それともやっぱりいろいろ、ちょっと後ろ歩いてますけれども、姿ですいません。で、あの、それで、でも彼みたいにはなかなかなれないっていうか、もうそれがいいってわけでもなくて、なんかうん彼の方が楽そうだなぐらいにうん思ってたんですけどね。で、その彼がセミナーに、本当に偶然の結果、偶然はないんですけどね、うん40うん代の時に出会って、で、すごく本当に人生ってものについて深く考え始めて。うんで、私はそれが嫌だった、最初、嫌っていうのかな、人間が成長するっていうのをこうまさに見せられたわけなんですけれども、自分のそばにいる人がね。嫌ってでも、嫉妬とかですか？それともえっとね、こだって人が変わっちゃった、私が思う山川耕也さんって、本名俊弘っていうんですけど、はい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 。私の夫はこういう人だよって思ってた人がこういう人になっちゃったわけですうんうんよね。はいはいはい。と全然新しい人がここにいるわけじゃないですか、はいはいある意味。はい。で、だけど同じ人なわけですよね。うんで、そうんの変わったっていうのが私にとって嫉妬とかなんとか言ってすごく嫌だった。嫌っていうか、馴染めなかったんですね。あで、それが人間的な成長だっていうの分かってても許せなかったっていうことで、だって私はそのままなんだもの。あ私はここの喧嘩をしたりなんかしながらも、その時のセミナーを受ける前の彼のレベルと私のレベルってのは基本的に一緒なわけです。うんうん人生を見るレベルうんっていうのはね、もちろん彼の方が自己肯定感高いとかいうんろいろあっても、基本的に同じわけです。うんそれが彼は成長したらこういう感じになるわけうんでしょ。うんうんうんうで、んこういう感じになって、これが隣のご主うん。人だったら許せたけれども、わかります。四六時中横にいられたらなんかあれって、このギャッそうそプって。う、逆ね、うんなんであんた一人だけ行っちゃうのみたいな感じ。あります。
それが許せなくて、うん。でも許せないから私はいろいろ主人がお前はこのままじゃダメだからセミナーを受けろって言われた時嫌だってもうすごく嫌だったんですよね。だってなんかやっぱり人間的な成長ってある意味じゃこう宗教にうんうん。はまってなんか神様のことまでは全然言ってなかったんだけどうん。人間とはとか言われてうん言っちゃってうん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 。で実際になんかやることも変わってくるわけですよね。うん。人生を楽しみ始めたっていうのが彼の考うん。うん。え方だった。ちょっと公務員してたのに公務員らしからぬことを始めちゃったりとか。すごい振り幅が大きいですよね。右から左の振り幅が。ありましたよ、本当に。急うんに変わった。本人はそんな変わったっていううん。気はないですね。今でも変わってもね、僕はちっとも昔から変わらないの。いや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 。周りの人中が変わったとか言うんですけど、ね、でそういうふうにして、その時も本人はそんな変わったつもりはなかったけど、私から見るとすごく変わっちゃって。うん。で、私は8ヶ月間それが嫌だったけど、でもあの嫌な結果として、いろんな人に出会ってって、うん。で、最終的に私もその8ヶ月後に同じセミナーを受けうん。たんですね。うん。で、私はその8ヶ月間の準備期間っていうのがあったわけですよ。うん。8ヶ月間に夫の変化を見て、それどころか、同じ夫の友達がセミナーを受けて変わっていくのも見て、1週間に1回ですか、それって8ヶ月って。それはね、いや、セミナーって、5日間のセミナーを受けるとみんな変わっちゃうんですよ。8ヶ月の中の5日間ってことですか。5日間を8ヶ月間。そうか、そうか。ちょっとじゃあそこを整理すると、うん。セミナーってライフダイナミクスっていうセミナーなんですけどはい。も、そも初級、中級と、あと、上級みたいなのがあっはい。て、初級コースっていうのは2番と2日なの。水、木、金と3時間ぐらいずつやって、もっとやるかな。で、はい。それから土日、丸1日っていう5日間のコースなんですね。で、それを主人が英語の勉強だと思って、ダンカン・カリッサっていう人がトレーナーが英語で大体外国人向けにやってたのに受けに行ったんですよ。うん。でなぜ受けたかっていうと、彼は外交官やってたから英語は喋れるんですうん。けれども、将来はやっぱり国際機関で働きたいと思っうん。てたから、うん。うん。なんかもっと英語を磨きたいと思って、なんマスタークラブ、マスター。なんか、トーストマスターっていう、知ってへえ。る？トース知らないです。トマスターっていうね、それはアメリカなんかで盛んなんですけれども、英語でスピーチをしたりね、はい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 。あのだからアメリカ人が集まってスピーチを上手にうん。したり仲間を作ったりするためのクラブが東京にもあって、うん。それに彼が参加して、そしてその時神戸に行ってもまた神戸ですぐ近くでやってる、そこに参加して仲間ができててね、うん。外人の仲間が。で、その外人の仲間が今度はこういうセミナーがあるから参加しないって言って英語でやるんだよ。で、役に立たなかったら7万5千円なんだけど、返してやるから全額え、貸してすごい。くれるへね、え。行かないって言われて、それはいい、英語の勉強に行っうん。てあげようって彼は言ったわけですよ。はいはい。そして最初何やってるか全然わかんないけど、それが気づきのセミナーといって、自分自身を見なさいっていうセミナーだったわけ。うん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 。これから行かないとわかんないですよね、確かに。で、彼は自分自身を見るっていうところまでは実はその時には行ってないんだけど、でもうん。他の人がとか、それからなんか、ダンカンからものすごいこう英語で悪口言われてね、でも英語で言われてるから全然ピンとこないで。悪口ってその人の性質を悪口っていうか、その人の問題点をついていくわけです。ああ、へで、あえ。の、トレーナーって私ずいぶんそこのセミナーでやってたからいいけど、やっぱりその人に必要なことがちゃんと、もうほとんどマニュアルあるんだけど、そのマニュアル以上にやっぱり
その人のが見えてくるようなところがあるから、トレーナーやってると。そのうん。人がすごい強い人にはもう本当にぶっ壊すようなことへえ。で、うちの主人が見るからにやっぱり強いし、うんうんうんあのうん日本では一番のエリートコースみうんたいなのを歩いてる人だし、そういう意味でも攻撃対象になっちゃう。うんなんじゃないかと私は思うんだけど、で、それでいろいろ言われたって、言われたことは知らないんだけど、言われた。だけど、もう僕は全然わかんないから、平気な顔してニヤすごニヤしてた。いな。うん。心すごい強いですよね。そうです。だけど、やっぱりそれだ、ひびは入ってくるじゃないですか。なんでうん僕ばっかり。うん。で、終わった時に、その英語の勉強でっていうのもすごい役に立ったんだけれうんども、外国人の友達もできたし、だけど、その、あとお金返してもらうのって言ったら、なんだかわからないけど、返してもらわなくていいと思って、なったっていうのがそもそもの始まりだったんです。へで、え。だから彼は最初の5日間出た時にはどういうふうに自分が変わったかは自分としてはあんまりはっきりしてなかったんだけど、ただ私はその時東京にいて、主人が神戸にいて、神戸で受けて、1ヶ月に1回ぐらいの割合で神戸を公民宿舎をね、掃除しに行ったりなんかしてて、と彼がその変わるの分かるじゃないですか。1ヶうん月ごとにもうなんうんかどんどんこう変わってって人間的に成長していくってうんいうのが、うん本当になんていうのかな、今までそんなこと言わなかったような人間とはとか、うん人っていうのはやっぱり人生はこういうもんなんだよなんてうんことをあの話すし、うん友達も変わってきたし、うんそれからさっき言ったようにやることも変わってきたうんし、うん人生をすっごい楽しみ始めたっていうのもわかるし、なんかそれで私はショックを受けちゃったっていうのがそもそもだったんですね。そので、時って、あ、すいません。その時って、結構今までエリートコースに行ってて、で、結構そのセミナーって見えないもの系の精神世界のセミナーじゃないですか。だけどね、精神世界にはいわゆる神様とか、うん。それから精霊とか、それから輪廻転生とか、そういうことは全然扱わないで、うん。むしろもうちょっと心理学的なことで、はいはい。私たちっていうのは思い込みの世界に生きてるんだよっうんて。うんうん。でその思い込みっていうのはあの生まれてきた途端に親が教育していうんくわけでしょ。そこで泣いちゃいけないとか、うんうこうやって泣いたんうんらおっぱいはくれるとか、そういうふうに私たちはもう生まれた途端に学習を始めるわけですよね。うんうんその時にもう最初はやっぱり親から、それからまたはケアテイカーっていうのかな、うん自分を育ててくれる人から、赤ん坊の時から私たちはどんどんいろんなことを学んでいくわけですよね。うんで、いいことも学べばね、こうやればうまくいくっていうふうなことも学べば、実はすごく生きづらくなっちゃうようなこともいっぱい学ぶわけですね。うんうんうで、んその学びっていうのは、どんなのがここで私たちが学ぶかっていうのも、もう本当にもう千差万別なうんんだけうんど、うんえー本当にたった一回起こったことが私たちの心の傷となって、うんずっと一生支配しちゃうようなことをうん起こり得るんですね。うんで、一番その典型的なことっていうのが、捨て子、ね、捨てられたうん体験っていうのは私たちどっかで持っちゃうんうんですね。うんうんで、よく聞くのは、子供がね、もう本当にお使いにも行けないし、何もできないからってお母さんが、赤ちゃんが寝てる間にそっと抜け出して、うんもう本当に30分だからと思って抜け出してたのに、でも赤ちゃんは、なんていうの、お母さんが出てって何分もしないうちに目が覚めちゃって、普通だったらお母さんがあーって言うとお母さんがパッと飛んできて抱っこしてくれたりするのにの時に限っていなかった時っていうのは赤ちゃんにしてみればすごい恐怖なわけですよね。ああ、はい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 。でそういうのが本当に1回しかないのにうん。それが結果になっちゃってどっかで捨て子、私は捨てられた体験があると思い込んじゃう赤ちゃんもいる。全員じゃない。うんうんうん。でそれが何回も重なるとみんなまあ赤ちゃんによるわけ本当にうんそんなことだっうん。てもうのんきな赤ちゃん愛ないんだって言ってまた寝ちゃう赤ちゃんもいるし、ね、でも受け手によりますよね。その人のその解釈の、その子供のそうそう解釈の仕方。解釈によるしねその時の状況によるしね
だから例えばなんですけど、そういうような時とか、または連続的にこう迫害、なんていうの、虐待。そう、虐待を受けて、もう受けた子っていうのは、それ立ち直れないぐらいひどい目にあったりとかね、いうことが一番ひどいタイプだし、もっといいのはやっぱりお母さんが愛を込めて、もうお母さんに絶対信頼できるっていう風な思いも、それ一つの学びなの。で、それはもうとてもいい学びだし、多分、これが本当に私たちの中にある愛とか自己肯定感っていうのを育っていく元になってくるわけですよね。で、だけどお母さんだって完璧じゃないから、さっき言ったように、一回のでなんか子供がちょっとこう歪むっていうのかな、思い込みを作ったみたいなところが、まあそれは本当に具体的な例の詮索は別だから、でも私がそれからお母さんから学んだことがあって、お父さんから学んだことがあって、今度はおじいちゃんおばあちゃんとか兄弟とかみんな学んでるわけですよね。で、今度学校に行くと、学校でこれあれやれ、これやっちゃいけないって言って全部思い込んで、でその中に、私たち、でそれが結局大人になった私たちっていうのを作り出すわけですね。と私たちはもう本当に思い込みの世界で生きている。で、要するにたくさんの色眼鏡をかけちゃうわけですよね。こういうことはこうなんで、これをうまくいくためにはこれをしなきゃいけない、ああいうことをやっちゃいけないんだとかね。で、自分を制限してくる眼鏡がどんどん熱くなっていって、で、本当の世界っていうのが見えなくなって、で、本当の自分自身も見えなくなって、で、自分の中に本当に赤ちゃんで生まれた時はギャーと見て光そのものの私たちがどんどん色眼鏡だとかいろんな皮をくっつけちゃって、生きづらくなって、本当に窒息しそうになっちゃって、私なんて大したことないわって思っちゃったり、身動きできないとか、あんなことやるの恥ずかしいとか思うようなに育っちゃうわけですよね。そのセミナーっていうのは、それを一つずつ取り外してって、その自分に戻りましょうっていう、そういうセミナーなんです。精神世界の一番大事なことを教えてるんだけど、精神世界の背の字も言わないわけ。思い込みの世界をやってる。そして、もし精神世界だと思ったら、今でもアメリカに行ってから書いてあることが、どうしてそんなあなた知らんふりをしてるのって、知らないふりをしてるのって、あなたは全てを知ってるんだよって。もうそろそろ目覚めて、全て知ってる自分に気がつきなさいっていうセミナーなんです。本当のことを言うと根本的にはそのセミナーって私は神様とか精神世界的なことあんまり言わないよって言いながら、私たちがずっとこの35年間、もう40年近くやってきたことっていうのはそのことだけなんです。本当の自分自身は誰かっていうことをちゃんと知りなさいっていうことだけなんです。でそれが精神世界の本当の真髄なんですね。でそれを知り始めれば完全に神様ともつながるし、精霊もいっぱい出てくるし、天使だって出てくるかもしれない。そっちが先じゃないんですね。本当のこと言って自分自身を見つめるっていうこと。で、さっきおっしゃってたように、自分なんて大したことのない山川明子さんって偉い人だからあの人には声かけちゃいけないみたいなね、感覚っていうの。自分に気がつかないわけじゃない、それ。初めは。だけど、そのうち、なんか私って変よねって。他の人は結構みんな仲良くしてるのに、私はなんか隅っこの方でなかなか声かけられないわって自分に気がついた時に、私ってそんなことしちゃいけないと思ってる自分がいるよねって言った、すごい大きな気づきなわけですよね。そういうことに一つずつ気がついていくっていうことが、本当にそれが真髄っていうか、それしかないって思って、私これもう35年間、私たちという時は2人なんですけど、続けてきてるんですね。